あ、じゃあ車持ってたら付き合おう。同意。同意。あと枕のカバー変えるタイミングが一緒とかね。Hey guys and girls, on Ask Japanese, it's CATHY Cat. This time we're gonna go hit the streets of Tokyo and ask Japanese people what they would actually prefer when they date someone and what the criteria are for marrying. The reason why we're asking this is in Japan, it doesn't seem to be that you necessarily marry the person you date because they have different criteria. I found that out while on the streets of Tokyo. Some people, for example, say they would like to date a foreigner, but they would never marry a foreigner. Things like that. So let's actually find out what Japanese people criteria are for dating and for marrying. Let's go and ask Japanese. 付き合いたい条件と結婚する条件を教えてください。これは大事。これはないと譲らないみたいな感じとか。まずお付き合いの時に顔がいい。顔大事ですね。何顔がいいんですか？何顔？なんだろう。イケメン。イケメン。イケメン見たら付き合いたい。はい、イケメン見たら付き合いたい。そっちも顔ですか？そうですね。好みの顔かどうかは大事だと思います。その顔になんか例えばアクセサリーとかそれとも派手髪とかなんか条件とかあったりしますか？あんまり派手じゃない方が好きかも。可愛らしい顔ならいいかなって思う。可愛い系。可愛い系。何系ですか？クール系。ジャニーズっぽい感じ。ジャニーズ系。ジャニーズ系。はい。全然顔とかそういうから離れて、顔とかそういうの離れて、車持ち言い出した人。おい。なんでこれが良いですか？その方が楽だからいろいろ。あった方が楽かなと思って。どういう場面に便利ですか？そういう場面で出かける時とかも車で移動したいなって。電車はちょっとね嫌だよね。夏とか海行きたいよね、バイクで。それもあり。あり。あ、じゃあ車持ってたら付き合おう。同意。なんか車こだわりあったりしますか？ない。ベンツで来たらもう行きますね。もう誰でも行く。じゃあここに乗ってあるのはおごってくれる人。はい、それ言い出した人。おごってくれる、例えば何をおごってもらったら嬉しいですかね？ご飯はちょっと学生なんでお金ちょっとないんで出してほしいなみたいな。確かに年上。そうかもしれない。じゃあ年上を入れてもらってもいいですか？年上になっちゃうと何歳上までは OK？ 10。10ぐらいまでいけます。11だったらまあいけます。じゃあ逆に年下とは付き合ったりしますか？嫌だよね。うちはいけます。しっかりしてればじゃない？ポイント。しっかりしてる人だったら OK。これがないと結婚しない。まず一番最初に書いたのは価値観なんかやっぱり下のと似てるんですけど、なんか考え方が一緒とかじゃないと厳しいかなっていう。一緒に生活してたら。例えばどういうところですか？なんか金銭感覚が一緒とか。何にどのぐらいお金かけてもいいかとか、あと枕のカバー変えるタイミングが一緒とかね。なんか部屋の掃除のぐらいが一緒みたいなのとか、なんかあんまり喧嘩が起きないかなっていう、喧嘩しなさそうな感じが大事ですね。枕のカバー変えるタイミングが結構大事ですかね。3ヶ月で変えるとか1ヶ月でちゃんと洗濯するとか、そういうきれいの基準とかその掃除と似てますけど、そういうのは大事かなって思いますね。で、嫌いなものが同じっても書いてあるんですけど、どういう意味ですか？なんか自分の好きなものを相手が嫌いだと辛いし、で相手の好きなものを自分が嫌いなまま一緒に過ごすのもやっぱり辛いかなって思うので、なんか好きなものが一緒なのは多分いっぱいあると思うんですけど、嫌いなものが同じっていうところの方がなんか調整しやすいかなみたいなのは思います。時にどの場面ですか？食べ物ですか？食べ物もだし、なんかお笑い芸人どれが好きやけどこれは嫌いみたいな。それは結婚する条件になるんですか？なんかなんだろうな。確かに。ネギが嫌いって言われたら料理には入れないようにして考えていかないといけないし、なんかそういうところ自分たちの生活に食べれないのちょっっと悲しいよね。なんか関わってくるところで嫌いなものは一緒の方がいいと思います。第一、お金。はい。どれぐらい
お金があったら安心して結婚しますか？安定してる人がいい。そんな贅沢じゃなくてもいいから、普通に暮らせるみたいな、子供もいい感じに育つみたいな。やっぱりそのなんか子供育ちたいからある程度お金がないとみたいな、そうだね。なんか例えばバイトは嫌だとか正社員じゃなくちゃいけないとかそういうありますか？バイトは嫌だよね。でも、結婚するんだったら社員がいいですね。社員がいい。社員で年収が安定してれば普通の会社でいい、普通の子供は2人の男と女。性別一緒にさせたいと思う。結婚の条件で出たのは子供が好きってが条件じゃないですか、ってことは結婚条件は子供ですか？まあそう最終的はみたいな、子供欲しいなくらいですかね、子供はいらないかなって思います。なくても OK って感じ。でも大事です。でもあったら2人。あったら2人。そうだな、相手がめっちゃ欲しいって言うんだったらって感じです。で結婚してからそういう話になったらみたいな感じです。こっちまで必ず2人ですか？3人でもいいですね。子供は欲しい。子供は欲しい。結婚条件。そうですね。これで全ての質問でした。ありがとうございました。So for dating, it seems to be more the playful thing, the looks of a person, maybe, hanging out, going, having fun. But however, when marrying, Japanese people get very, very serious. It seems to be more financial, security, those kind of things. If that's not there, there is no marriage. Now, that seems to be interesting because in the West, as usually you meet a person, you like them, and then if you like them enough when you've been with you for a long time, you decide to marry. However, in Japan, some people will date a person, and if they find that person is not marrying material, they will split up and then marry someone else. I've seen that happen. It is very surprising. And for me personally, while I'm used to the Germans, we take a lot of time with one partner. We search around a lot, and then the one person where we think that person I don't want to let get away, that's the person we try to marry. Is one of the things that we do in Germany. But yeah, it's very different. So how is that for you? Are there different criteria between dating or marrying? How is that for you? Let me know. Also, if you're curious, there are related videos down here. And also, if you're new to us, be sure to subscribe to our videos on Ask Japanese. I hope you have a great day. Let me know. Different criteria for marrying or dating? I would like to know. So, looking forward to your comments, and I'll catch you soon from Japan. Here was Ask Japanese.